こんばんは。はい、こんばんは。ばあちゃん、今日は、ご飯用意しなくていいって言っといたじゃん。でもまだ何も作ってないんですよ。どういうこと魔法今日は魔法です。いいね。毎晩でもいい。今日は魔法で美味しいものを用意したので、それを食べましょう。嬉しいね。お今日はこれです。焼肉。ほら。牛バラ超薄切り。この前やったの。そう。2ヶ月前くらいか、3ヶ月前くらいかやったよね。そうだね。あの時ばあちゃんがすごく喜んでたから、またやってきました。はい。ありがとう。ニジマス。まあこれ早い値引きだった値引きシール貼ったままだ。嬉しいね。これは一応ばあちゃん多分あんま食べないと思うけど、レタスも一応用意した。レタスとこれ前ばあちゃん喜んでたじゃん、コーンポタージュ。一人で全部食べたでしょこれまた買ってきた。2袋あっただけだよ。あ、本当？あとはこれ。よいしょ。はい。じゃあ今日はこれで焼肉を楽しみましょう。これは焼肉にはあんまり合わないかな。だから前のさ、種類なくても前のあれがあるんだよ。コムタンスープっていう、これインスタントなんだけど、それまだ余ってるからそれにするか。じゃあちょっと準備しますかね。焼肉のタレあったかや。分かったら家から持ってくるわ。それじゃいいけど。うまそうでしょ。倍の値段も。いや奮発しましたよ。これは27年までいいよ。賞味期限なんてないもんね。ばあちゃんたまには美味しいものをお腹いっぱい食べてください。嬉しいね。いつもありがとうございます。こちらこそ。これはピーマンもあったけどどうする？焼く？ピーマンいらない。そんなにいろいろいらない。いらない。ご飯。焼肉にはほうじ茶がいいからお茶も用意してあるよ。あとはニンニクってばあちゃんいる？すりおろしニンニク。いらない。いらない。オッケー。僕は自分でやろうかな。いい匂いするこのコムタン。焼肉に合うみたいにこれ書いてあった。ほら、焼肉屋さんのコムタンスープって書いてある。だからめっちゃいい匂い。美味しいと思うよ。そうだね。ご飯レンジ用の炊飯器でご飯炊いておきました。これでばあちゃん好きな量を持ってください。あとなんだっけな。レタスのお皿とかあった方がいいのかな。おばあちゃんいらないでね。いらない。一人だね。いらないのか。切る一人だね。オッケー。ちょっとばあちゃん
すみません、これをすりおろしてもらってもいいかね。ニンニク。うまくてすみませんね。全部ないじゃないです。そうだね。このくらいはいい。もっと。もうちょっとやってもいい。油って最初やるよね。うん。少なめでいいんだっけ。うん。どうせ肉から出るか。揚げるじゃないでね。何をかなっていう。肉で広げりゃいい。うん。そういえば焼肉ってあんまやり慣れてないんだよね。おばあちゃんも違うな。まあ適当でいっか。フライパンでやるっていう、本格的なことなんですけど。これ本格的って言ったらお店で網で焼くやつじゃない？これもまだまだまだか、フライパン長い。家庭的なやつだから。こっちがまあばあちゃんのやつかなと。薄くて、そんなにいらないと。まあ超薄切りだからそうだね。さすがに余裕でしょ。こっちは豚ロース超薄切り。どっちも超薄切りだいぶある。こっちからも油出るんです。あんまり引かないだって言った。そうなんだ。キッチンペーパーみたいに肉を使ってる。だって全体広げなきゃ。超薄切りの牛肉をこんな風に使う人は僕は初めて見た。結構いいお肉だよこれ。こうやってても焼けてきた。焼けてきこんな焼き方ある？おー、焼けてる。こっちが豚肉、こっち牛肉。おばあちゃんは牛ばっか食べてても全然いいからね。はいよ。僕とりあえずじゃあ豚もらっていきます。おいしい。うまいねそれ。おばあちゃん椎茸っている？椎茸いらないわ。いらない？エリンギはどうして？エリンギもかけて。硬い？じゃあ少しだけ。どうですかお味は？おいしい。最高。おお。ご飯足りないわ。おかわりたくさんあるよ。いやあれだよ。それは良かった。こんなの食べりゃ他の食べられない。今日はそればっか食べてください。今なんて言った？ありがとう。ありがとうって言った。口が何言ってるか分かんないぐらい肉を食べたがってる。じゃあ僕も豚ロース超薄切りいただきます。うまそう。うまっ。こっちにさっき食べてみりゃいい。おばあちゃんそんなにいらないで。うちらも食べりゃいい。ちょっともらいますね。
どうしよう。ピーマン丸焼きって変かな。おかしかないよ。種ごと食べられる？うん。うちに小さいのがあるの。コープで買って。これとは違うやつってこと？うん。持ってくるか。コープの？これはコープじゃないこれ。よく見ないけど、それならそれ着なかったかな。まあいいや、これで。はい。はい。存在感がすごいね。なかなか焼けない。この牛肉もいただきますか。こちら。一切ればかじゃないとこんなにあるね。もう。うまっ。さすがにうますぎるな。そうだね。こりゃうまいわ。焼肉屋以下なんでもいい。スーパーにこんなうまい肉売ってたんだね。西洋？西洋じゃない。今回。肉屋だよ。天満の。だから普段素通りするだけでいい肉こんな身近にあるんだね。そんな高い肉のコーナーとか見ないじゃんいつも。こんなうまい肉売ってるんだ。あとなんか他に焼きたいものとかある？ない。十分これで。野菜も大丈夫？野菜いらない。じゃあ肉をたっぷり楽しむってことで。うまっ。これたまらんねこりゃ。昔ってさ、こんな焼肉なんてあった？なかったと思うよ。贅沢なうちで食べたかしらないな。うちじゃ食べない。焼肉のお店とかあった？昔はなかったね。あったかしらないわ。田舎だもん。あっても関係なかった。そうか。鶏肉もごちそうなんだ。鶏の何肉とか分かれてたの昔は。そんなこと知らないで、何でもごっちゃ混ぜで。ごちゃ混ぜ？うちで鶏飼ってて鶏場ってそれを食べるだもん。自分の家で鶏を解体して食べるんだ。すげえな。うさぎでも。ばあちゃんもやったことあるの？ないさ、やったことはない。あ、そう。素人にできるもんじゃない。一般家庭でやったわけではない。一般家庭だよ。お父さんがやった。他の人なんやらない。でもやっぱ家族でできる人はいたんだ。そういうことが。すげえな。男親は大概できたじゃない？あ、そう。それでなきゃ肉を食べる。上の人なんだと思うの？ジョールってのはあれだよね、なんか解体するみたいな意味だよね。なんでジョールっていうかね。字で書いたらどうなるの？ジョールって。ジョーに伸ばし棒？どうなるかね。
調べてみて。字で書くことはないの？ジョールって。書くことはないね。例えば日記で書くとかの時はまた違う言い方をするってこと？知らない。日記もつけないし。もうジョールって当たり前に通じたら。喋りはするけど、文字で書いたらどうなるかは知らないんだ。知らない。でも不思議だな。そんなことあるかなと思う。昔からの言い伝えでだね。昔次男知らなんだ。ご飯は一膳で足りそう？足りる。大きいとこだよ。あ、そう。最初はちょっと足りないかなと思ったけど、お肉でいっぱいになった。そうだね、肉が多いもんね。焼肉とほうじ茶がうまい。ピーマンも結構いくらか柔らかくなる。柔らかくなってきた。うまそう。ピーマンって結構苦手な子供多いじゃん。そうだね。僕昔から好きだったんだよね。ちょっと匂いが強いで。苦いからじゃない？ナスはちょっと昔は苦手だったけど、今は普通にナス大好きだし、ピーマンも昔から好きだった。ばあちゃん昔とか、今、昔か、苦手な野菜とか食べ物ってあった？苦手、そんなに豊富になかったでね。苦手なものなんなかったと思う。納豆とかさ、ヨーグルトとか牛乳はあんまり好きじゃなかったじゃん。普段は飲まなんで、うちでヤギ飼ってりゃ飲んだけど、牛乳屋さんなんて配達してこなんだね。昔は牛乳屋さんってのがあったんだ。その時点で今とはだいぶ違うね。ヤギは天然に飼ってヤギの乳飲んでた。母さんが赤ちゃんの頃もヤギの乳飲ませてたんでしょ？でなんだでね、おばあちゃんが。そういうヤギの乳とかあげて大丈夫なのかな？母乳に近いじゃない。でもヤギと人ミルクなんてなかったしね。粉ミルクみたいなね。それはなさそうだね、確かに。美味しかった。昔の人の育児はなんていうか、その育てられ方した赤ちゃん強そう。たくましいよね。ほったらかしだもん、強くなるわ、自然と。抵抗力つくでね。そこら砂んとこ張ったいってその手舐めるだもん。自然に強くなる。抵抗力つく。それで体を悪くする子はいなかったかな。なんだよね。自然に抵抗力つくじゃない。今やったらめっちゃ怒られそうだよね。それこそ。あと病気になったってすぐお医者様いないでね、近くにな。遠くまで行かなきゃ。そっか。それで置き薬で間に合いしてた。置き薬が主流だったんだ。富山からわざわざしょってくるだ。薬屋さんが。長野県の田舎まで？そんなに？富山の薬売りって有名だ。そうなの？
しょって県内に薬売りいなかったの？ない、え？ない富山っきり。そうなの？ああいう置き薬の箱置いたってね、病気ってやその置き薬飲むっきり、お医者なんそんなに行かなくて10病人でなきゃ。そうなの？救急車もないし車もないし連れて行きようがないじゃん。そしたらさ、今当たり前の、医者とか薬局とか、救急車とか、そういうのはいつの間にできたかね。そしたらいつ頃でしょう。ばあちゃんが小さい頃はなかったものが本当に多いじゃん。今進んでびっくりだわ。最近特に変化が激しいでね、こんな世の中見ると思わなんだ。AI だの。すごい時代になったもんだね、ほんと。まるちゃんもあと6年早ければ大正生まれだったもんね。そうだよ。そしたら大正、昭和、平成、令和の6時代じゃないや。忘れちゃうわ。4つの言語を経験することになってた。昔は天皇が亡くなるまで続いたで長かったがね、今80で切っちゃうで余計年号が重なるだよ。生前退位ってのは令和が初だったらしね、確か。ほんでなんか初だったかなんか何十年もなかっただか確か初だったよね。なんか前例がないだか非常に珍しいことだから、どうしようか悩んだみたいなニュースが結構やってたよね。もうちょっとだけ焼こうかな。こっち食べない？まあいいよ、こっちで。この豚肉もめっちゃうまい。これだって薄いでね。普通にばあちゃんも食べられる薄さだとは思う。ばあちゃんもう食べ終わってる？たくさん。もういらないいらない。いらない。いる？お腹いっぱい。いる？十分いただきました。いらないいらないいらない。もう言わない。言わなくなったね。もっと満腹の時にいるって言ったら、いらないいらないいらないって出る。ああ、そう。今度試してみるか。いや、本当にお腹いっぱいの時に出るだそういうことだ。まだもうちょっと食べたい時だがいらないって言って。これからは違うでね。満腹具合によって答え方が変わってくるんだね。いらないいらないいらないっていう時は本当にお腹いっぱい。お腹いっぱいってこと。そうすればピーマンうまかったわ。丸ごと食べたけど、ヘタも種も全部食べられた。そうでしょ、種だっていいだ。うまい。肉味噌入れりゃなおいしい。タレあるしうまいよ。あれ？ばあちゃんエリンギ食べた？エリンギ食べた？ばあちゃん。食べない。食べないよ。あ、本当？僕出したけど食べた記憶がない。あれ食べたっけ僕？え？出したんだよ。本当？食べた記憶ない。誰が食べた？ここにもないし。食べてないばあちゃん。エリンギ食べない。あんなの。こういうの。食べない。食べてない？あれ？じゃあ食べたんかな？記憶にない。もっと小さい切れっ端みたいなのは食べたかな。これがダメだ。これだけ食べた。
この最後のお肉だ。まあ、当分食べられないでしっかり始まった。やっぱ薄いお肉だね。これ、ほら、薄い。これはこれだけに切るには大変だよ。食べやすいわけだ。うまっ。とりあえず洗い物しとくね。確かに色もちょうどいい感じだね。そうだね。うまそう。じゃあ、はい、いただきます。いただきます。焼肉の後はさっぱりフルーツいいね。そうだね。このさ、みかんの白い皮みたいなやつあるじゃん。これって名前ついてるって知ってた？聞いたような気がする。ほんと。これね、食べたっていいだよね。これアルベドって言うんだって。アルベド？アルベド。アルベド？はい。アルベド？そう、アルベド。何の栄養があるだろう。わかんない。まあ、いくらか何かしらの栄養はなんかありそうだよね。なんか食物繊維とかちょっとありそうじゃない？それでも取らなきゃ苦になる。取った方がより美味しいような感じはするよね。今年のみかん甘いわ。甘いね。うまい。昔さ、まあ、こういうちょっと小ぶりなみかんだったらさ、一個丸ごとかじるのが夢だった。よくストーブで焼いてたじゃん。懐かしい。皮皿食べたっていいだよね。ただ消毒がついてるかもしれない。これくらいの塊、普通一粒一粒をちぎって食べるけど、これをこのままバクってそしたら口いっぱいにみかんの味が広がって、ストーブで焼くのもやったな、そういえば。どっかいいとこで焼いてる。あれ焼くとパリッとして皮がパリッと乾いてて、で身がなんかね熱々になるんだよね。それがなんかうまくてばあちゃんに怒られながらゆうとくんと2人で焼いてたな。錆びるだもの。すみません。懐かしい。あ、美味しかった。ばあちゃんいらないの？いらない。いらないの？いらない。ヒロにはちょっと柔らかいか。まあ別にいいけど、まあ、確かにばあちゃん食べるなら砂糖かけてくるか。いやいや、ばあちゃんが食べるんだったらさ、食べない。いつも砂糖をかけてるじゃん。だけどかけてないってことは、いらないってことかと思うんで。なんかうまい。ちょうどいい。砂糖かける人めったいないらしいよ。そうなんじゃない？変人だ。そんなことはないけど、別に好みでかけたらいいけどさ。
ちょっと酸っぱめで、それがまたねいいんだよね。この酸っぱさもまた好きだな。コレステロール下げるって。なんかビタミンとかすごくありそう。ありそうだね。蚊帳は結構高いよ。キウイって買ったことないな。うちに作ってるだもん。買わないぜ。ああいう店の見りゃ結構高い。店じゃすぐ食べられるのを売ってるでね。あれまでにするが大変だ。硬いやつは売ってないのかまだ。硬いのはないね。そんなの買ったってすぐ食べられないで、めんどくさいじゃん。そうだね。でも硬いのも売っててさ、その代わり硬いのは少し安いとかだったら嬉しいけどね。硬いのが酸っぱいわ。はい、いただきました。よく食べたね。よく食べた。あとは寝るだけ。幸せなもんだ。幸せ。本当に今一番幸せだね。みんな元気だし。この後はマリオかピアノか。寝るだけ。もう今日は寝るだけ？じゃあどうしてもできない。一回行ったゴールまで。本当？一回行ったけど、あとみんな中途だ。これやっぱだいぶ頭使うでしょ。使うね。反対の方をしちゃうことがあるだよ、焦って。いや、あると思うよ普通に。だって若者が一生懸命やるね、夢中になってやるゲームだから、やっぱちゃんと難しいんだよ。これが行き過ぎたりしちゃうしね。これだけ行き過ぎりゃ、生きちゃうしね。失敗しちゃうもんね。だからやっぱよく作られてる難しいゲームなんだよ。頭使うわ。これ認知症予防になるって言われてるけど、納得だよね。この次だ。また引っかかった。ね、上上がれないだよ。ちょっとね早いんだよね。早いだ。まだ届かないのにジャンプしてる。いけない。めっちゃガチャガチャやってた。めちゃくちゃ押すだけで冷静さを失っちゃう。じゃあまたゆっくりちょこちょこ練習してみて。練習して続けてできるようにしとく。楽しみにしてます。